次のプランとしてはここで桂馬が手に入るとこういう風にね桂馬打つ手が両取りになるので、その手を狙いたいですね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、私が今回ね先手番ですね。対局開始。さあ今回は、相手の方ね8四歩でしたので、私の方はね、矢倉を目指して、相居飛車のね将棋を目指していきます。さあ2六歩2五歩でね、最近のね先手番矢倉ではよく出てくるね、こう早めにね、相手の出方ですね、後手の出方を伺って3三銀と上がらせればね急戦を間で警戒できるというねことですね。さあ1四歩ちょっと早い手ですね。ちょっとこれね、この1四歩はね場合によっては急戦のね形がね考えられますね。持久戦じっくり組む場合にはね、あまりこの歩はね、急いで突く必要のない手なのでね、急戦の将棋ですとねこの歩は結構ね生きることがね出てくるんですよね。その辺も解説できればなと思います。で私の方はね、じっくり駒組みを進めていきます。で相手の方はね4一玉で、これでどうかですよね。4四歩と止めればゆっくりとした将棋、角引きましたね。これですと、本当にじっくりとした矢倉戦の形ですね。ただこの1四の歩がねどうか、少しね、ぬるい手になる可能性もありますね。そして7五歩、これは積極的な手ですね。5二金から4四歩4三金右とね、駒組みする方が、自然なんですけれども、後手番ながら早めに動いてね、作戦勝ちを目指すと。例えばこれね7六歩と穏やかに打つと6四角と引いた後に7四銀というね形が非常にいい形になるので、その観光形を逃したね作られたくないですね、私としてはね。なので6五歩と突きます。この手がね一応こう、この7五歩同歩同角とね動いてきた手に対しては部分的な、定石の一手になります。こうやることでね、銀をこうもりもりとね盛り上がっていくと、相手のね、動いてきた手にね乗じてこうね銀がもりもり出てくとね、でやっぱりこう角をね、6四の地点で安定させるよりこう引かした方が自分のがね4六角と出れるっていうのが大きいんですね。これね先ほどね7四銀6四角で安定しちゃうと、このね4六に角が出れなくなってしまうとね結構こう先手としてはね嫌な形になるんですが、出てみますかね。これ例えばこう角を出るとね、こう自分の方が角を出るとすごくね牽制できるんですよね。で、3六ついてね、この角の位置ですよね。角の位置が、ちょっとでも違うだけでね全然状況が変わりますんでね、この場合は、6筋の位をキープすることでね、6四に角を引かせないっていうのが大きなポイントでした。で相手の金立って、これはね7三桂からこの子を狙ってこるってことですかね。結構かなり、積極的ですね。桂馬を飛んでこの歩を取ると、この歩で取られても悪くはないんですけど、ちょっと悔しいかなって感じですね。どうしますかね。7三桂から6五6を狙ってくる、なるほどという感じの手です。5五歩同同銀とか動くてしまう手もあるし、3七桂と飛んで、駒組みを進める手もありますね。桂と飛ばれてもねそこまでもう全然苦しくね苦しくなるって感じでもないんでね。さあどうするのがいいか迷うとこですね。6二金はなるほどという、本当ね現代調の手でなるほどという感じです。玉寄りますか一回はね。で多分7三桂と飛ぶっていうのはね、結構ね相手の方なるほどという感じの手順ですね。これでじゃあ銀を一回先逃げしておきましょう。これはね6五桂、6五銀なら同銀同桂に8三銀という手がね狙いになります。で6五桂と飛んできたら一歩損するんですけれども、その桂馬がね負担になればねいいかなっていう感じで、ただ6五桂と飛んどいてもう後手の方としてもね不満がないかもしれないです。やっぱりね一歩取れるの大きいですからね、位を取りながら。この辺り何とも言えない。私の方はね玉の硬さが、後手のね形よりいいのでね、これで動いていきます。5五歩とね、自分の方が王様硬いので、飛車もねちょっと働きがねやはり先手の方私の方がいいので、この瞬間にね、動いていって、場合によってはこの6五の桂をね、うまくこう負担にしてね取るような感じになればいいなっていう感じですね。例えば同歩で同銀と進んで6六歩と打って取る形になればね一番理想です。後手もね、銀桂がねうまくこうさばけてるんですけど、まだ王様が4一なのと、9二の飛車がねやはりこう角に睨まれて動きにくいっていうのが、
懸念材料ですよね。一歩得してるのは大きいんですけど、玉がね安全、例えば2二に王様がいたりすればねすごく安心なんですけどね、ちょっと場外にいるのでね、この段階での戦いは私の方が歓迎ということですね。同歩同銀とね進出されるとね、6六と打たれる桂馬がね取られる形が出てくるので、相手の方もねここでちょっとね先を読まれてますね。そして同歩同銀となってね、これで次6六と打ってね桂馬取る手を狙ってるので、ね、棋譜交換だけではなくてね、場合によっては次普通に6六でね飛んでくる桂馬取られちゃうとね、そうですね。ということで7六歩、相手方非常に強い方ですね。やはり狙いをカンパしてねついてきました。さあここは迷いますね。同金と取って丁寧に受けていく方がいいですかね。同金と取りましょう。6六と打つとね今度は7七歩成から桂交換だったんでね、これは同金と取って、今度はね次のプランとしてはここで桂馬が手に入ると5四にね桂馬を打つ手が両取りになるので、その手を狙いたいですね。今桂馬をねこう相手の言いなりのようなんですけど、ここでね桂交換になればこの時どっちで取るのがいいか迷いますね。同銀か同金か迷います。同銀か同金か迷う。同金引きかね同銀かどっちもありますよね。いずれにしろ5四桂をね狙いたいというところです。同金引きにしますか。これで5四桂と繰り返しなんですけど、5四桂と打つ両取りをね狙ってます。これで打ちますね桂馬をね。さあこの手がね一応狙える一手で、このね桂打ちでね、一応こう私の方も金取られるんですけど、相手のね、攻め合いは何回も言うんですけどね、攻め合いは、歓迎ということですね。攻め合いになれば、王様のね硬さは私の方がね硬いだろうという判断ですね。さあこれは同銀と取りますかね。角を取る手もあるんですけどね、両取りはどちらか必ず取れますから慌てずに、対応しておきます。でも形勢は難しいですね。やはり金をね先に剥がしてますから、後手もね十分いけそう。9二の飛車がやはりこう働いてないのがネックですかね。私の方はね2八の飛車こう一見ねまだ戦線になんですかね、先生になんか加わってないように見えるんですけど、いつでも2四歩とね突いたりとか、あと受けに効いてるのは結構大きいんですよね。これね受けにね、9二の飛車も6二桂成同飛車みたいな感じであれば受けに効いてくるんですけど、この私の2八の飛車がねこう横利きでねかなり受けとして手堅い形になってるので、そこが私の方としてはね、心強いところです。ここでどうするかですね。角を逃げるとね、逃げてもやっぱ金取られてね、むしろこう取ってもらってね、そのもらった金をまた8五にね、後手としては打っていきたいとこだと思うので、ここは、ちょっと迷いますね。7五角と飛び出てくる手もあるんですけど、6六銀とね、6六銀上がると上がって受けてどうでしょうか。6六歩とねじっと打っとく手もあるかもしれないですね。固くね。金がね逃げられるんですけど、逃げられては、ね、そんなにね嫌ではないので、相手また銀使ってきましたね。なるほど。これはでも角を取って8三角と打ちたい感じですね。角を取りましょう。これ角をね取って、金取る手もあるんですけど、この角取ってここ8三で打てるのがね結構厳しそうです。これ何で取ってもちょっと味悪いですね。玉で取っても桂馬が残るし、同銀は2四歩のね2筋が薄くなりますし、同金もそうですね2筋が薄くなるので、2四つく手もあるんですが、1回ついちゃいますか。1回ついてね、これね2筋を突き捨てて、いつでもね、2四角とかね、2二歩とか手筋をね、相手方すかさずね歩を打ってきました。この手はねなかなか嫌な手ですね。歩をなると歩をなって攻め合い、銀引きますかね。さあこれで、2三歩成が残ってますからね、この隣はめちゃめちゃでかいので、何かね対応しないとって感じでしょうね。で私の方はね2四の方を取られたら今度ね、8三角とここに角打つ手を狙ってます。この角地がね、飛車取りもそうなんですけど、この6五の銀をね取るのがね、とっても大きいんですよね。そしてここで角打って、この銀は助けにくいんですね。これね相手の方ねこの銀を、飛車を取るというより次6五角ないとね、ここに馬が来て自分の王様めちゃめちゃ安全になりますから、この銀取りのね防ぎ方がかなりね難しい。いわゆる気の利いた受け方がないんですよね。例えば7五金とか打てば助かるんですけど、ここに金打っちゃうとね、もちろん9二飛車角成から7一飛車の王手金取りもありますし、ここに金打つ手自体がね銀を助けるだけの手になっちゃうので、なのでねちょっとこれは後手が困った、私がうまくいったかもしれないですね。銀の助け方ですよね。銀をどう助けるのか。
まあそうですね、これ7四桂も辛いですしね、これは6四歩ですけど、これ手筋ですね。同銀なら6六銀と進もうということですね。さてこれでさあどうするかですね。同銀の黒には6六銀、4五桂とか、上部を攻める飛車を取って飛車打っちゃいますかね。はい、これはね攻め合いに出る手ですね。で飛車をどっちから使うです。9一から打って香を取る手もありますね。迷うな。9一飛車と打って3二玉なら9二飛車成とね、香車を取るっていうのも、かなり味のいい攻めですね。そっちの方がいいかな。7一飛車と打って3二玉に4五桂とかもきつくて、どっちがいいか。7一飛車ですとね香車は取れないんですけど受けにね効くんですよね。だからどっちがいいか迷いますね。飛車打って香車を取る方がいいのか、7一飛車と打って3二玉に4五桂と打ってね、どんどん攻める方がいいのか。9一から打ちますか飛車ね。さあこれでね合駒するのはね、5一歩と打つ手もあるんですけどね、それには、9二飛車成や5四桂、5一歩打ってくるかもしれないですけどね。3二玉ですと4五桂がね、4五桂とか9二飛車成で香を取られてちょっといや玉上がりましたね。ちょっとやっぱり、合駒では辛いという判断ですかね。さあここで迷いますね。香車を取るか4五桂と打っていくか。香車を取るのが一番いいかな。これで金取りですからね、自然な攻めです。駒得しながらのね攻めなので自然ですね。この瞬間にね寄せられてしまったりすると飛車を打って香を取る手がねぬるい手になってしまうんですけれども、そこまで早い手はないかなっていう読みですね。さあ金をね取ってもまだ詰めろにならないので、後手としてはここはねチャンスですよね。一応ね金を取った時に詰ますとかね詰めろをかけるようなイメージでいければ、例えば6六桂みたいな手はありますかね。6六桂と打って同銀同銀で次7七銀打ちという手を狙うとか、ただ同銀同銀で6二竜と取って7七銀打ちに、同銀同歩成が詰めろじゃなければそこで5四桂とかで勝てるかなと。ちょっと今口頭になってしまって申し訳ないんですけどね、これは大盤でね解説編の時にできればと思うんですけど、速度計算ですよね。要はね速度計算でどっちが速いかっていう。さあ難しいですね。7七桂と打ち込む手もね一応あるんですよ。7七桂はね8九金のね1点狙いなんですけど、詰めなんですけど、それでしたら6七銀でいいかな。で金を逃げました。これはちょっと辛い手ですね。金逃げてね、この人の4五桂と打って金を逃げても竜のね横利きが通ってきてしまうので、金を取られてしまったらねきついと見て逃げたんですけど、桂馬ってこれは形勢的には私がいいでしょうね。6三金がちょっと辛い手なんですよね。先ほどの6四歩もそうなんですけど、取りに対してね受けるだけの手っていうのはちょっと辛いんですよね。攻防に例えばこういう角打ちとかは桂取りプラス金取りとかね、こういう手はねやはり価値が高い手になるんですけど、金が逃げるだけの手とかはね、できれば指したくないってとこなんですよね。さてこれでどうするか。かなりね竜が効いてて条件は整ってるんで寄せがありそうですが、一応この5六の角がね、7八角成から一応駒をいっぱい持てばねめちゃめちゃいっぱい持てば詰む手を狙ってるんでね、それは気をつけないといけない。さあどうするのがいいかな。6七銀打ちとか打てばね手堅いです。めちゃめちゃね2三銀でね寄せきれればいいですけど、玉を引かれてまだ大変ですかね。6七銀打ちがいいか迷いますね。これいろいろあります。2三銀でよければいいんですね。2三銀玉引いて竜を、8一竜とかねそういう感じ。あるいは6七歩もねあるんですけどね、6七銀立つ手もありますかね。強くね桂馬をね駒を角をもらおうということでね、さあいろいろあります。迷いますね。角出る手もある。銀打つと王様を引くで6四銀もありますね。ちょっと危ないかな。6六桂と打たれてね。さあここはちょっと考えますね。いろんな手があるんでね、銀を打って一回銀を打ちますか。同玉なら4二竜でね、受けがなくなります。で私の方の王様はねまだ詰みがないので、これで王様をね引くのかなと思うんですけど、そうですねこれでさあ一発打って、さあそうですここでですよね。でまだ私の王様は詰まないと。で5九香のような手がいいかなと思ったんですけどね、5九香と打って、角取りと、角が逃げれば6四銀というような手ですね。それが一番いいかな。5九香打ちますか。
これはね角取りなんですけど、遠くね実はこの王様のねこうずーっと奥のこっち側になんです。実はねこれね角取りで、もちろん角が取れればいいですし、角がね4七角成とか逃げてくると、その瞬間に6四銀っていうのはね必殺の一手なんですよ。必殺の一手、でその必殺の一手で香車がバーって取ってくるんですね。今打った香車をボーっとね、今銀と角がいるんですけど、その6四銀を必殺の一手にしようということです。まあ角を切れば同玉、そしてこの時にねこれがね必殺の一手なんですよ。どうでしょうか、これね必殺の一手で、これ角も取れるし、なんかいろいろ当たってるんですけど、これね香車がうおってこう効いてんのがね、絶品なんですよね。でここに銀がいるんで、8一竜のね詰めろです。詰めろ金取りですね。これはぴったり技が決まりましたかね。私の方の王様ね6九金と逃げても、6金と打たれてもね、そうです、6九金と打たれても8九玉とか8八玉と逃げればね詰まないので、詰みがなければ後手の王様はねこれ受けがなさそうです。どうやらね、際どい中終盤戦でしたけど、これはねぴったり勝ちになったようですね。まあねこれちょっと金に当たってて詰めろでっていうのはね、こういうのはちょっと受けがね難しい。しかもね攻め駒が前に出ちゃってますからね、ちょっと受けがないでしょうね。まあね中盤どうでしたかね。8三角とね、飛車銀両取りに打ったあたりからね、ペースをつかんだ感じですかね。そこまでは難しかったと思います。銀引きですか。これは竜取りですね、さりげなく。なるほど。さあこれはどうするのがいいかな。金取って銀同香と取る手もありますね。まあ普通に2枚取ればね竜1回王手で入っちゃうのもあるし、ちょっと迷いますね。いろいろ勝ちです。これは竜が入る方がいいかな。竜入って歩を受けさせて6三銀成がいいか、それがいいかな。そうですね、そうしますか。まあ一回ねいろいろあります。5四同香でも勝ちでした。飛車をね竜取られてもね、勝ちなのでね、それで気になってね、これ同銀は5一竜で勝ちです。で桂馬を打ったこれは詰みがありそうですね。即詰みがありそうです。竜をバサッといってね香車を走って、この手がね痛烈なんですね。で玉を逃げましたけど、金銀持ってますからね、これは並べ詰めです。今言いましてもね詰みがありました。この辺解説編の方で最後はぴったりですね。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。今回は相矢倉戦ということで、私がね手厚い陣形を作りまして、それに対してね相手の方がね攻勢を取るという、展開だったんですけれども、最後はね飛車を持った寄せが決まりまして、私が押し切ったという内容でした。序盤から中盤終盤にかけてのポイントはですね解説編動画でねじっくり解説していきますので、そちらの動画も合わせてご覧いただければなと思っております。